今日もピクミン3デラックスやっていきます。前回に引き続きリングフィットの筋肉痛でぶった切られたところから再開するよ。初見に優しくない前回のあらすじだな。リングフィットにも原生生物にも負けないぞ。ちなみにリングフィットでジョギングしてたら腰をやられたので、最近はもっぱら競歩スタイルでやっています。とんなこと言ってる間に段ボールを押し出してショートカット開通だ。からのティッシュ箱にも見えなくもない。どれ行くのからほぼ直通でここまで来れるじゃん。ソウルシリーズとかによくあるこういう大幅なショートカット開通ってテンション上がるよね。日没が近いかでも隊列にいるピクミンは死なないしな。もうちょっとだけ探索しちゃおっかな。なんだか砂っぽいところに来ちゃったね。これは完全に決戦のバトルフィールドだな。中央にこれ見よがしな埋まってるもの。奥にはボスの情報と思われるメモデータが2つ。ああ、これガラケーか。もう懐かしいアイテムだよな。今は電話番号をボタンで入力するって時代じゃないよね。結構キモいやつが出てきたけど、目がつぶらで可愛いから耐えられた。長男じゃなかったら耐えられなかった。まああのボスは砂の中に隠れて出てこないし、今のうちに情報収集しようか。吸い込み始めたら一時退却。そりゃ当たり前だろ。まあいいや、名前は大砂フラシね。早速ちょっと吸い込んでたね。爆弾員は思っていれば、吸い込み中もチャンスになる。ああ、こういうボスにありがちな爆弾を食わせるやつね。でも爆弾を持ってきてないんだよな。なお、ここの外周に爆弾岩の入っているっぽい穴がありますが、ついぞ気づくことはありませんでした。叩いてたら勢いよく飛び出してきたぞ。殴れ。あれ、殴ってくれない。当たり判定じゃないのか。とりあえずピクミン投げでお茶を濁す。うわぁ、吹っ飛ばされた。でも 10% ぐらい削れたな。なかなかいいじゃないの。でも毛玉雲と同じくこのボスも倒すのにめっちゃ時間がかかりそうだね。それな、与えたダメージが翌日に引き継がれるのかわからないけど、明日に改めてここに来て倒すって感じになるだろうな。顔はロックオンできる。突撃。おーっとカウントダウン開始。ぼちぼち帰らないとなと思いつつ、ピクミンを投げるのを止められない。ピクミン投げやめれないんだけどわら。まあこの辺にしとくか。じゃあな、大砂なんたら。また明日来るわ。ここまで逃げたら一安心だな。日没で死ぬピクミン0匹。遊んでたら攻略ヒントボタンに触ってしまった。とっさに何も見ずに閉じました。こりゃ大量だな。何日分になることやら。そういえば実績の一つに食料を30日分溜め込むっていうのがあるんだけど、できればこのデータで達成しておきたいね。実績全部やるつもりではあるが、30日分溜め込むためだけに別のデータで最初からやる気力はないのでな。最高難易度でストーリークリア実績は裏でちまちま進めておきます。これで残り24日分か。頑張れば30日いけそうな気がするな。ピクミンたちも各100匹ほどいるし、リソースに関しては安定したね。今日は果実を鬼のように回収してボスとも出会えたし、かなり躍進した日だったんじゃない？
そんな、かなり躍進した日のリプレイはこちら。シーソーギミックでわちゃわちゃしてるな。明日は、ボスと戦って時間が余ったらこれもやろうかな。この辺、視界外だから気づかなかったけど、水中の生き物がめっちゃ寄ってきてたんだな。そして、木の棒の赤ピクミンが死亡。悲しいな。大量のピクミンを投げ渡し中、実際には10匹だけ連れて行けば、ショートカットが開通できたんだけどね。まあ、それは結果論、今後も全軍投げ渡していこう。怖いし。そしてボスとの遭遇。明日は、こいつにかかりっきりになりそうだな。ここでリプレイ終了。要所要所で効率的な動きができてたな。日没ちょい前に全体招集をするのが大事だな。怖いよアルフ君。普段穏やかな人がどんな危険を冒してでもとか言うとなんか本気感が強くて怖いよね。といったところで今回はこの辺りでお疲れっした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。